これはゲームチェンジですね、はっきり言って。10倍とかそのぐらいしやすくなってんじゃないかなと。英語から逃げることがもうできないんじゃないかなって思うんですよね。TOEIC プロゴスのスコアを達成したけど現場で使えてるか。さすがにちょっとそれはしんどいんじゃないかな。これなんかすごい長い時間をかけてって言い方もできるし、なんか瞬間的に決めたっていう言い方もできるんですけど、なんか英語化、グローバル化する前からもともとノン JP のエンジニアっていうのは採用してたんですよね。ただ基本的には皆さん日本語で日本語を覚えていただいて日本語でお仕事していただくっていう前提でやっていたのと、かなり多くのプロダクトがマネーフォワードベトナムで作られているっていうなんかそういう状況で、マネーフォワードベトナムは英語ベースで仕事していて、マネーフォワードの日本は日本語で仕事しているっていう中で、なんかどんどんこのノン JP の比率が年々上がってきていることは分かってたんですよ。このままいくと数年で、国籍でいうと日本が多分今でも一番なのかなって思うんですけど、日本人が過半数を切るみたいなことは普通に想定できるっていうようなタイミングで、これはどっかで英語化した方がいいかもねみたいな話って時々してたんですけど、ある会議の場で、じゃあそろそろやろうかって感じで決めました。中長期で見るか短期で見るかみたいなのあると思うんですけど、中長期を重視するならばそれは合理的だったのかなっていうふうに思いますね。楽天さんとかメルカリさんとかのお話っていうのは聞いてもいて、でそれで採用力が上がるみたいなことは分かっていたといえば分かっていたっていう感じでしたね。いつかやるだろうみたいなのはあって、ほとんど何も議論してないです。みんなの気持ちが高まったっていう。何が起こるんだろうみたいなことは、楽天さんとかメルカリさんの経験を元にある程度推測できてたっていうのはありましたね。はい、楽天さんのなんか英語化のまとめた本みたいなのがあったりするんですけど、あるいはちょっと楽天さんの OB の方に聞いたか覚えてないんですけど、最初楽天さんが英語化される時にみんな自分の時間使って頑張って英語を覚えろっていうやり方したらしいんですよ。それが全然うまくいかなくて、もう逆に振り切ってもう仕事時間で英語を勉強していいよとか、あるいはなんか新卒の方入ったらなんか一定の英語スコアを取れるまで配属させないみたいなことをやってたらしいんですね、楽天さん。だからある程度会社がコミットして英語学習時間をみんなにちゃんと取ってもらえるように仕組みとして作るとか、やっぱエンジニアとしてやってるとみんな言って英語を使えた方がいいよねみたいな気持ちはみんな持ってるかなと思うので、会社がさえサポートすればそんなに燃えないかなっていう感覚はありましたね。で英語に関しては一応 TOEIC で700点以上っていうことを基準としてます。ケースバイケースで TOEIC700 点なくってもちゃんと TOEIC700 点取ることをコミットしてくださるとか、なんかそういう条件で採用してたこともあるんですけど、それもだいぶ減ってきたかなっていう感じがしてまして、もうほとんどやっぱり仕事が英語中心になってきているので、やっぱり一定の英語力ない人が入ってきてもなかなか活躍しづらいよねっていう感じみんなしているので、英語力ない人を取るっていうことは減ってきてますね。ゼロじゃないんじゃないかなと思うんですけど、今でもですね、700すらもギリギリかなと思っていて、一応700点取れるぐらいであればスタートラインに立てているぐらいの感じかなと思っていて、700点取れても決して話せるわけじゃないみたいな感じなんですよね。一応ベースあるかなっていうことでやってますね。今設けてないと、なんか日本語力持ってたらラッキーぐらいの感じで、時々いらっしゃるんですよね。日本に来られる方で、なんかアニメが好きだから独自で勉強してたとかっていう方とか時々いらっしゃるので、そういう人はそういう人で、正直今だと有利な面もあるのかなって、日本語できた方がやっぱり仕事しやすいみたいなところは正直まだあるのかなって感じはしますね。日本語力はもうケースバイケースって感じで、求めるポジションもあれば求めないポジションっていうのもありますね。チームによってとかミーティングによって、そのミーティングが日本語話者しかいないようなミーティングとかだと、
まあ会話は日本語でやっているはずで、ただドキュメントとか最後残すんだったら英語でみたいな感じになってるかなと思いますね。多分ほとんどのチームが1人ぐらいはノン JP いるみたいな状況になってきてるのかなって思うので、チーム全体のミーティングとか、なんか部のミーティングとかそういうレベルのやつはだいぶ英語化されているんじゃないかなと思いますね。はい、JP は退職される方と入ってくる方がバランスしてるぐらいの感じになってますね。はい、エンジニア体制が人員が順増してるとするならば、それはもうノン JP で増えてるっていう感じです。はい、もうこれはゲームチェンジですね、はっきり言って。はい、まあ、2倍とか3倍ってレベルじゃない感じです。10倍とかそのぐらいしやすくなってるんじゃないかなと思います。なんか決して日本人が劣るとか、ノン JP の技術力が高いとかじゃ全然ないんですけど、そもそも採用候補者の数が圧倒的に違うので、上積みだけ採用できるっていう状況になっていて、基準が上がるのでますます日本人が採用しづらくなるっていう、多分社内の人みんなそう思ってると思いますね。はい、まあ、日本人の新卒とかもこう受けてくれる人の質は上がったと思いますし、エンジニアとしてこの会社で働いていると英語での実務経験もできて、でレベルの高い人たちと働けて、将来自分のより可能性が広がるって感じている人が多いのかなっていうふうに思いますね。まあ、ちょっと5年でどうこうっていうのは分からないですけど、まあ、例えば今20代とかでエンジニアやられているとするならば、なんか英語から逃げることがもうできないんじゃないかなって思うんですよね。そうしないとなんか自分のキャリアがこれ以上こう広がらないみたいなことになるので、早いうちにそういう環境に行ってしまった方が、まあ、自分のキャリアとしても得なんじゃないかなっていうふうに感じますし、私もエンジニアとして20数年って働いてますけど、やっぱノン JP の方と働く機会って増えているし、日本社会全体としてもやっぱりノン JP 外国籍の方が溶け込んでるっていう状況だと思うので、もう止まらないと思うんですよね。始めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。2023年時点、1月時点でだいたい21、2% ぐらいだったのが、今現在 40% 切るぐらいっていう今認識です。まあ、ノン JP グローバルメンバーが増えるのと、相関して、比例して、英語でのコミュニケーションっていうのは必然的に求められてくるので、ここ近々2年ぐらいで今イメージで言うと、おそらくドキュメンテーションぐらいからは、チャットだったりとか、テキストベースのやり取りはまず英語からスタートしていって、で今当たり前にやられてるっていうので言うと、評価者部門長であったりとか評価者のメンバーにグローバルメンバーも入ってきているので、その評価をする会議のようなもの、かなり抽象的な議論をしたりするところも英語でやっているっていうような変化があるかなと思います。組織によっては、ちょっとまた部の中、さらに細かいチームとかグループとかによって変わってくるとは思います。ただ全体的には、ほとんどの方が英語を使って日々業務をされている認識です。で一部、日本人だけで構成されているとかっていうところは、デイリーのコミュニケーションに関しては日本語でやられている方もいらっしゃる。ただ、エンジニアのイベントだったり集まりに関しては英語がメインでこう進んでいくことがあるので、そこは英語で参加されているのかなと思います。割と役職者の方はステークホルダーが多くてコミュニケーションする範囲が多いので、かつ話す内容も具体から抽象的なものから結構難しい話が多くて、それを英語で話さなきゃいけない、話す必要があるっていうので、割と役職がついている方に関しては、より高い英語力が求められてきている。ちょうど去年の11月末までに、一つ定量的な目標を達成しよう。それのプレッシャーもなかなか我々の人事組織からもあるし、エンジニアの組織トップからもあるっていうので、ちょっとどうしてもついていけなそうだなっていう人が抜けていったのは、あるのかなと。はい。英語化っていうのをフェーズ1とフェーズ2っていう2つのフェーズで進めていて、フェーズ1っていうのが去年の11月末まで TOEIC プロゴスのスコア目標を達成しましょうっていうもので、それに必要な研修は1、2、3、4と4つに分けて今も提供しています。今フェーズ2っていう新たな概念のサポートをしていて、それが今期12月からですかね、去年の12月から
やっていて、TOEIC プロゴスのスコアを達成したけど現場で使えてるかっていうと、クエスチョン、人によってクエスチョンだよね。どう現場で使えるのっていうのをまた定性的にベーシックス、インターミディエート、アドバンストっていう3つのレベルを作って、日本語で言うと初中上みたいな感じなんですけど、でそのオリジナル指標に紐づいた研修を作って、で社内のエンジニアのメンバーもそのオリジナルの指標でレベル分けをして、でまずはボトムアップの施策みたいなものを、今提供しているような形です。なんか平たく言うとベーシックスっていうのは1対1の状況であれば、慣れてるトピックについては話せると。で実際にそれができる人が1個上に行くっていうと、複数人で会話をしようっていうと必ず会話がどちらかってしまう、より難易度が高いので、複数人でも会話ができると。でさらに1個上のアドバンストっていうと、割とさっきの評価会議のような抽象的な会話に関しても割と平たく何でもできるっていう大きく3つのレベルで分けてます。一応組織で言うとどの組織もインターミディエート以上、つまりミーティングでしっかりアウトプット出せる人材になりましょうねっていうのはおそらく求められていて、でそこに今満たない、ちょっとまだ足りてないよっていう方をちょうどピックアップして、どうサポートしていこうかっていうのを検討しているような形ですね。今そこもどこを目標にするかっていうのは、各部門ごとにちょっと相談をしているところになります。おそらくあんまりベーシックスからインターミディエットって一つのレベルが上がるのに1ヶ月2ヶ月なんなら3ヶ月で上がるかっていうと上がらない人も結構一個一個が高いので、難しいよねっていうので、おそらく1カ年とかなんなら1カ年半ぐらいでインターミディエットを目指していこうかっていうような、決まってはないけど今会話をしている。ちょっと今議論していて、近々で言うと、今年中にインターミディエット以上の、メンバーの比率が 75% なので、もう本当過半数以上、ほぼほぼ7割8割の方が会議で会話ができる状態を作っていくっていうのを目指しています。来年再来年ってなると比率が上がってくる。これなんか明確に決まっていなくて、今っていうとフェーズ2っていう概念ができたことでエンジニア組織のメンバーの求められる英語力が上がっている。その基準で採用しようとすると結構難易度は高いんだろうなと思っています。今私が知ってる限りではおそらく採用基準が上がることはそんなになく、先ほどの700点フェーズ1が達成している状態、そこからの、引き上げに関しては今研修の形コンテンツが丸いってしっかりしているので、そこで半年1カ年でサポートをしていくような体制が作れると良いかなと。これ難しいですよね。さっき話にあったおそらくライティングとかリーディングに関してはすぐにパッと翻訳されたりとかするので、どこまで高いライティング力が必要かというとゼロから作るっていうよりは間違ってないかの確認ができるぐらいになっている。でスピーキングに関しても割と今、Google Meet とかもそうですけど即時通訳みたいなものもあってしまうので、なんかそれをどこまでエンジニアっていうよりは他の職種に求めるかっていう議論はしてます。ただデジタルで人間関係作れるかっていうと、組織を作るっていうと業務は進められるけど人間関係のリレーションができなくてリテンションにつながるかっていうと結構またそこは別の話になってくるかなと思っていて、特にうちはかなり3カ年4カ年で英語化が進んでいる組織会社ではあるので、おそらくそこの強みとしてなんかデジタルにガンって一気に移行するかっていうとまだ今はちょっと手探りな状態ではあるかなと思います。ツールの進化も今とんでもないので、もしかしたらそれすら超えてくるやつが出たらちょっとまたゲームチェンジかなと。はい。そうですね。あんまり詳しく覚えてなくて、ただその時のマネージャーから、CTO のタッグがもう決めたらしいぞって言われて、おお。でもともと英語そんな得意じゃなかったので、不安もある一方で、でも英語化するからにはサポートするよっていう、言われてたんで、じゃあお金ももらえて英語も身につけれるんやったらお得かなっていうので割と楽観的に考えていて、当時めちゃめちゃネガティブな人はいなかったかなって思うんですけども、ただやっぱりその英語
そんなに楽観的じゃない人もいて、やっぱすごい苦手意識が元からある人もやっぱいたので、もともといたチームが日本語で開発をしてたんですけども、そのチームをそのまま英語化しますってなったので、そのタイミングで、英語がそんなに自信がない人たちはもう別チームに移動みたいな感じになっちゃって、で自分が残ってそこに新しく外国人のメンバーっていうのを、新規のメンバーっていうのを、チーム入れて、再編して英語でリスタートするみたいな感じだったので、もう気がついたら周りはもう英語話者だけになってた。TOEIC が575点で、CFR が A2 でしたね。でその575もちょっと上振れて出たかなっていう気がして、IP テストっていうインターネットで受けれるやつなんですけど、昔ちゃんと新卒1年目の時にちゃんと受けた時はなんか言うのも恥ずかしいんですけど300点台だった記憶があります。ほぼできなかったですかね。言いたいこともあるんだけど何も言えねえから後でスラックで伝えるねっていうフレーズだけ覚えて、それをずっと連発してた本当にもうマジでコミュニケーションが取れないみたいな状態だったんで、逆に苦戦しなかったところでいくと、その時頑張ってやってみようっつってペアプログラミングをやったんですよね。それはなんかうまいこといきましたね。結局ソースコードは共通言語なんで、たどたどしい英語でイエスとか言いながらたどたどしくやっても、コード書いたらなるほどねみたいな感じで次進んだりとかっていうのがあって、それはすごいやりやすかった記憶があります。今でもストレスは感じるんですけど、やっぱ英語ではなんですけど、その全く何もできない状態を出したのは2ヶ月ぐらいでしたかね。でなんとちょっとずつ慣れてきて、自分で勉強したっていうのもあったんですけど、慣れてきて2ヶ月ぐらいでちょっとずつそれっぽいコミュニケーションが取れるようになってっていう感じでしたね。どっちも 50% ぐらいですね。ちょっと日本人の方が多いかな。さっき言ってたもともと自分がいて英語化したチームをそのまま自分が持ち上がってマネージャーになって見てるっていうのが、その10名弱ぐらい、今 7,8 名ぐらいかなチームなんですけども、そこはもう一時日本人が全くいなくなったんですけど、その後英語の環境に挑戦したいっていう日本人エンジニアからの要望がいくつか上がってきて、それを受け入れたりしているうちに半々ぐらいになったっていう感じですね。チーム内っていうのでいくと 100% 英語、ただ日本人同士で会話するときは、日本語もあるかな。例えば101とかは日本語でやりますし、オフィスでちょっと話しかけられて喋るときは日本語のときもあるんですけど、基本的にその雑談も含めて英語を使ってるのがほとんどだと思います。未だにですけど、さすがに日本語でやった方が早いっすっていうのはめちゃめちゃありますと。それも多分どうしようもないことなんですけど、やっぱ何かを理解するとか伝えるにしてもやっぱ細かいところまではやっぱ日本語の方がはるかにしっかり伝わるし理解できるし、で読む書く話す聞くも全てやっぱ日本語の方が早いので、個人のその業務効率みたいなところでいくとやっぱどうしても下がるかなっていうのはありますね。別になくても生きていけるとは思うんですけども、あった方がやっぱ圧倒的にリーチできる情報の幅は広がるかなっていうのも思いますし、やっぱその個人でもいろいろ調べ事とかたくさんすると思うんですけど、そういう時に英語のソースに当たった時の抵抗感っていうのはやっぱ圧倒的に下がってる、昔に比べて下がってると思いますし、あります。なくてももちろん日本国内の仕事っていうのはいくらでもあると思うので、食いぶちはあるんじゃないかなと。ただ広がりを考えた時にやっぱり英語は絶対できた方がいいっていうのと、インタラクティブなコミュニケーションはさすがにツールに頼るのはしんどいんじゃないかなって思いますね。ウェビナー、セミナーとかの一方向的なものであればそのツールでいくらでもできると思うんですけど、本当になんかいろいろ会話したり議論したりとかする中で、何かしら
アウトプットを出していきたいみたいな場面において、いちいちツールネタやってると、まあさすがにちょっとそれはしんどいんじゃないかな。まあ言うなればまあ電卓あるから暗算できんでもええやんみたいな話だと思うんですけど、例えばマネージャーがじゃあこの半期の目標をチームに伝えてこういう風にやっていくぜみたいな感じのキックオフとかをまあよくやると思うんですけど、半期後でそういう時もちゃんと自分の言葉で伝えた方がちゃんとみんなに伝わるし納得感あるよって思いますし、それも、まあ、自分の言葉でっていうのも最後さん生成 AI に出させたすっごいしっかりした英文をたどたどしい英語で読んでるだけみたいなのに、果たしてみんなはそれを聞いてモチベ持ちますかっていうのすごい思うんで、それはなんかたどたどしいなりにも自分の言葉でしっかり絶対伝えた方が、やっぱその関係性とかもそうですし、みんなのモチベを上げるっていう意味でも大切なことなんじゃないかなって思うんで、そこはやっぱ自分のスキルとして身につけたいなってすごい思います。